でもアフレコ現場じゃなくって舞台の上だったんですよね。はい、ガションガションみたいな。いや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 信じない信じない。ビチ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 ママって感じ。ありがとうございます。いやもう思い出はもう数えきれないぐらいあるから、それこそ肉フェスに行ったりとか、その時もキヨさんが本当に頼もしくて、また私たちナンパされちゃったんですよ。まさかのなんかフェスとしてはね、そろそろ終了間近に駆け込みで肉食おう肉食おうって言って会場に行って、でも多分ガラガラだったから目つけられちゃったのかな。そう、男の人2人組に声をかけられ。3人じゃなかったっけ？ 3人だっけ？ 3人だったよ。だから人数合ってねえよって思いながらなんか来ておーみたいな。私も全然そのナンパとかされ慣れてないから、人数合ってなくてもいいんだってことにすごく動揺して、いろんなパニックがね。そう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 。いやでもこの緊急時の対処が完璧で、そうだっけ？もうこの起点の聞き方とか、やっぱりリーダーなんだなって思ったのが、もう私ももうテンパっちゃって。すごくねいい子なんですよ。なおちゃんはもうどんな時もね素直さの塊で、あ、この瞬間にもいい子を発揮してしまって、どうしよう、守らなくちゃみたいな気持ちになった。もうなんか何の仕事してるのとかってめちゃめちゃたくましくなんかね切り込んでくるから。ぐいぐい来るよね。そう、でもその時のキヨさんのピシャッと、守秘義務があるんですかっこいい、守秘義務があるんでアート系でちょっと詳しくはみたいな。もう何様だよみたいな対応してたよね。いやもうついてくってなって、なおちゃんを守らなくてはっていう気持ちでね。もうかっこよかったの。もういや肉を構わず食べながらもちゃんと完食しなきゃと思いながら、どうあしらうかって言って、早く食べて粉をさらねば守秘義務があるんでって言って。それがね忘れられない思い出。楽しかったね。ああいうハプニングも、いやなんかなおちゃんとだからね楽しかった。私も。私あんな顔を逆に見せて嫌われてないかなってちょっとねドキドキしてたんだけど、その嫌う要素なんて何もない。本当？あとね、私なおちゃんとお出かけした思い出で印象深いのが、一回2人 MC でさ「アニメまして」っていう作品で遠山さんと安野さんっていう風に言っていただいて、そのね、2人で MC を務めた時があったじゃないですか。マンスリーでねパーソナリティが変わるっていう番組だったんですけど、だからその時は1回限りだったんだけど、その回の、エンタメを取り上げるみたいな回になんか話題に上ったキャプテン翼の舞台化、2.5 次元キャプテン翼みたいなやつをなんか紹介をして、2人でこれなんか見に行きたいねっていう話をして行ったんだよね。行った。2人で。懐かしいな。懐かしい。2人でテレビの中で出てきたワードでポカポカイオンっていうのがねありまして。懐かしい。でも今でもさ、たまに思い出したようにポカポカイオンはよって言ってくれる人がいるんだよね。ツイッターとかでも。そう、私たちね自称ユニットを名乗っていまして、ポカポカ担当、イオン担当、でみんなの心を元気にして癒すよっていうコンセプトの自称ユニットを当時ね立ち上げて、まだ目立った活動はしてないんですけれどもまだ何も活動はしてないんですけれども存在しておりまして、インスタライブとかコラボでやりますか？いいじゃないね。お家からポカポカとイオンをお届けっていうことで、だってさ、のぞみるとじゅんなちゃんだっけ？そうだ。なんかね、対談じゃないけどこう通話みたいな感じで二段構えでねやってたりしたんだもんね。あの枠にポカポカイオンでぜひいいやりたい。いつでもいつでも。なおちゃんとねすごい真面目トークをするのが好きなんだよね、私。わかる。結構真面目な話するよね、ここ。前、渋谷で2人でディナーを食べたことがあったじゃないですか。意外と私たち2人っきりで何かすること多いですね。2人で結構会ってました、私たち。すみませんね。積み上げてました。そうだね。その時もなんか特
特に今日はこれについて話すぞとか決めてたわけじゃなかったんだけど、そうだね、フラット、気づいたらめっちゃ深い話をずっとしてたっていうね。気づくと深い話、深い時間になっているよね。でもなんか深い話を聞いてほしいなって思うし、なんかこう聞きたいなってなんか思うなんか相手なんですよね、きよさんって。あら、なんか役者さん像とか、それこそなんか今日ももう聞きたいなと思うんだけど、なんかどういうお芝居をなんかこうすごく好きだなとかいいなって思うんだろうとか、なんかこう結構ねインタビューとかをきよさんの読むのこっそり好きで、本当に、ありがとう。なんかこんなこと考えてるんだみたいなのを、なんかこう似てるようで、そこは自分気づけなかったなみたいなのをなんか持ってる方だなって思ってて、なんかこの10年の中でなんかこの役者さん憧れるなとか、具体的なお名前があってもなくても、こういうお芝居が好きとかってなんかあります？最近の話になってもいい？ちょっと役者さんの名前調べてもいい？ぜひぜひ。映画を見てね、なんかいいわーって思った。いやでもどちらもすごく有名な役者さんだったんですけど、大号泣したの、ステイホーム期間に見て。インプットの期間ですね。そう、インプットの期間にねなったんだよ。最高の人生の見つけ方のジャック・ニコルソンさん。ネタバレしていいのかな？ちょこっとだけ。ちょこっとだけ。じゃなんかもうなんかある意味人生の終わりが近い、もうターミナルケアの段階のがんにかかっちゃった2人のおじいちゃんがね、同室になるの、病院で。それでなんか片方はめちゃめちゃリッチマンで、片方はすごく知識がなんだろう、すごい知恵を持っている人で、そちらの賢いおじいちゃんの方はモーガン・フリーマンさんが演じられていて、もう本当にもう優劣つけがたい、もうどちらも最高っていう最高のおじいちゃん像なんだけれども、このジャック・ニコルソンさんはねすごく孤独なんですよ。なんか自分の望むままにこれまで生きてきて、だからねお友達がいないの。もう金で全てを買ってきたみたいな人で、だから憎まれ口ばかり叩くんですよ、病室にいても。もうこいつら絶対仲良くならないだろうっていう風にしか見えない関係なんだけれども、ヒールを見事に演じてくれている彼が徐々に心がほどけていって、ネタバレになっちゃう、これ以上ネタバレになっちゃうんだけど、最高の悪役なのに、その中にすごく胸打たれていく、引き込まれていくっていう風に、なんだろう、心を奪われてしまってね、すごく寂しかったんだねっていう風に泣けてきてしまうというか、そんな真逆のものを一つの作品の中でこんなに見事に見ている人の心の動きを導くかのように引きつけていくってすごいなって思っちゃったの。今までね、あんまりすごく悪い役とかさ、憎まれるために物語の中に存在する役みたいなのもやったことがないけれども、なんかこんな風なヒールの演じ方があるんだっていう風にすごく胸を打たれ、いい映画でした。ぜひ見てください。ちょっと3分の1のあらすじぐらいは触れちゃったんですけど、でも大事なところはもう見ないと伝わらないので。いやもうこういうのはね、こう文字とか聞いてじゃなくって見て全てがやっぱ伝わると思うから、もうネタバレにもならないぐらいだと思う。いやでもこうヒールとか、そのね、我々のアニメーションの世界だとこう自分がすごい大迫力の魔法を実際食らったことがなくても、食らったかのようなお芝居だったりとか、自分にない経験値でお芝居をすることってたくさんあるじゃないですか。あるね。だからそういう深みのあるヒールみたいな役どころ、もしかしたら私たちはまだこう若いけれども、その40、50のいろんな人生経験のを経た役を演じる機会もあるかもしれないじゃないですか。そういった意味ではきっとその時だから演じられた役って人生のすべての瞬間にきっとあるんだな。なんかデビュー1年目にやれた役もさ、
今全く同じ境地でやれないじゃない。うん同じ心持ちだったり同じ初々しさだったりでやれないし、そういった意味で年を取るのがすごく楽しみなんだよね、私。なんかそういった意味では生涯なるべく長い時間お芝居に関わっていたいなって思うし、なおちゃんもそうなのかなって役との関わり方を見てると感じたりして、だからお互い本当にさ、きっと人生長いけれどもその時にしか演じられない役しかないじゃん。全ての役ってきっとそうじゃない。そうですそれをね。なんか楽しんで一期一会の瞬間で演じていけたらいいなって私は思うし、なおちゃんはきっと共感してくれると思う。共感しかない。なんかこう1年目の時って自信がなかったりとか、技術的に拙いところとかもきっとあったと思うんだけど、なんか当時はそういう自分の至らないところを責めたりとか、もっと頑張らなきゃって焦る気持ちとかもあったけど、それはなんか決してネガティブなものじゃなくって肥やしだったと思うし、じゃあ今言ってた通りやっぱり当時のお芝居を今同じようなみずみずしさでやれるかっていうと、やっぱりそれとはまた違う、だけど意味のある別のお芝居になると思うから、なんかこうその時の自分の命を刻んでいってるというか、役と一緒に、刻んでってるんだろうなっていうのはすごく。本当だよね、役者ってなんか人生を役とともに歩んでるし、役にその人生の時間を捧げてる仕事だなって思ったりする、すごいいい意味で、刻み込まれていくよね。なんかこうだんだんこう自分たちも先輩になっていって、だけどこう後輩も増えるけどたくさん先輩たちもいらっしゃってっていう中で、なんか自分がデビューした時の10年目の先輩って、本当もう神様みたいな存在だったけど、今自分がそういう風になれてるかなっていうと、それはまだまだ自信がなくて、でもじゃあどうやったらこういう素晴らしい先輩たちみたいになれるんだろうなって思った時に、やっぱりこうなんか台本をいただいて、その時にこう瞬発的に考えて1週間とかで考えて構築するお芝居じゃもうなんか間に合わなくて、なんか生きてる時間が全部そこに集約されていくというか、なんかこう頭じゃなくて生き様でお芝居をしないと、もうこういう先輩たちにはきっとなれないんだろうなって最近ちょっと感じ始めてて、だからそれがなんかこう人生を捧げるっていう、そうだね、もうあらゆる経験が引き出しになるって本当だなって思うね。10年くらいやってると、いろんな経験をしていい女、いい役者になりたいね。いやまだまだだと思う。もうまだまだもっと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 だし、なおちゃんもすごく探求心がある素晴らしい役者さんですから、もう永遠に永遠に成長していくと思います。一緒に頑張っていこう。そうだね、ずっとよろしくお願いします。こちらこそですよ。ということで、スタッフさんが真っ青になるくらい私たち喋ってしまいました。もうって感じだよね。まだ全然話し足りない。気持ち的には5分の1ぐらいかなと思ってたんですけど。ねえ、本当に終わる？終わっちゃうの？終わってくれって感じ？頼むって感じ？終わった方がいいかな？どう思う？いやもし最後に語り足りないことをこれだけは言っておかねばということがあれば。そうね、やっぱり私たちの信仰年月の深さや語りたいことやこれからしたいこととか、本当は話したいことも盛りだくさんだけれども、これまでもねなおちゃんのリビングにお邪魔させていただく機会もあったし、私が過去やっていた FM 横浜さんのふわばなに来てもらったりとかもあったし、付き合いが尽きることは絶対にないと思いますし、今後もまたねしっぽりと話し合う機会が絶対に生まれると思うので、未来の時間にまた
希望を託したいね。第2弾を、ぜひこの場をもう一回設けてほしい。今度は私側からも用意しましょう。必ずや。そうだね、来年はじゃあ10周年。あ、そうなのよ。そう、来年が一応10周年イヤーってことかなっていう。じゃあそこに私がさっとぜひあの日の続きなんですけれどもいいですかって召喚させてください。ぜひぜひまたこれからも濃く長くお付き合いしていけたらと思っておりますので、よろしくお願いいたします。ということで、ナオズヒストリー、ゲストは安野清乃さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。